まずこれを見てほしい人はこの9体のどれかをレベル60にしていない人です。生配信をしていると超本能や第4形態でおすすめいますかという質問が何回かあります。その都度お答えしますが、動画としてまとめて発信した方が分かりやすいかなと思い、今回動画化しました。今回の9体に関してはレベル60にしているので、おすすめか否かについてもお伝えできます。これ以外のキャラは開けてないので分かりません。開けたらまた動画化すると思いますので、その時詳しく説明したいなと思います。まだ開けてない人、これを見て開けたくなるのか、開けなくていいなと思うのか、その判断材料の一つとして動画をお楽しみください。それとキャラを公平に伝えたいので、いい部分と悪い部分が出てきます。いい部分はいいとしても、お気に入りキャラが悪く言われて不快なんだけど、そんな場面も少なからずあるかと思います。私もお気に入りキャラが悪く言われてたらいい気持ちはしません。しかし超本能や第4形態には貴重な闇キャッツアイと NP を大量に使います。褒めてばかりでは事実は伝えられません。開けてから後悔してほしくないんです。公平に伝えたいので、いい部分悪い部分出てきますので、そこをご理解いただき動画を見てもらえたらなと思います。前置きが長くなりました。では本編に入りましょう。本能解放による攻撃力上昇、超本能による確定レベル1烈波、これによりとにかく火力が出るようになります。滅法エースの本能玉2つつけれるのも優秀です。さらに 40% の停止攻撃も強力な能力です。しかし対悪魔に関してシールドブレイカー、烈波無効がない。特にこの2つはマイナスポイントとしてよく取り上げられているイメージがあります。では実際に使っている私はどう思っているのか。まず火力面に関してはかなり強いと感じます。攻撃が当たれば烈波も必ず発動するし、敵を倒せないなと困ったことはほとんどありません。それほど火力面において強いです。で、1つ目の問題のシールドブレイカーがない問題。これに関してはサトルやリリンなど他のキャラを交えたりで解決するしかありませんが、ないことで特に不便さを感じたことはありません。というより火力が高いので気づいたらシールドが割れている感じです。要するにシールドブレイカーがなくてもマイナスポイントには感じないということです。そして2つ目の問題、ここが一番重要なわけですが、烈波無効がない点。現環境ではウリルがいるのでここの比較になりがちですが、烈波無効がない点はやはり無視できません。ダメージは食らうし、最終的にそれによるノックバックも多々見ます。ですがすぐやられません。これとても大事な部分なのでもう一度言いますが、すぐやられません。アキラは体力があるのと本能玉が2つつけれるので、ダメージは食らってもすぐやられないんです。確かに烈波無効がない点は対悪魔に関して残念ですが、烈波無効がないからといってそこまでマイナスには感じません。あと悪魔撃墜時の敵からの烈波、意外と当たらなかったりもします。烈波無効ないのに場持ちが思ったよりいいのはそういうのも大きいかなと思います。そして最後、大事な部分、未開放の方、このキャラ開ける価値があるのかに関してお話しします。結論から言うと悪魔に困ってる、もしくは悪魔に対しガツンと火力を当ててみたい、このどちらかがイエスなら開ける価値はあると思います。ウリルが実装されてからは対悪魔のかなりの部分が壁プラスウリルで事足ります。アキラは殲滅力こそ高いですが、前線の維持力、場の安定感はウリルで十分感じられます。わざわざたくさんの NP を使って貴重な闇キャッツアイを使ってまでアキラを解放しなくてもそこまで悪魔に困る場面はそうそうありません。ウリルを使うけどなんか悪魔に苦戦するんだよな、悪魔に対してもう少しダメージ増やせればな、この2つのどちらかが思い当たるならぜひ開けてほしいなと思います。超本能のアキラは高火力なのできっと活躍してくれるはずです。逆にこの2つに当てはまらないなら育てるのはアキラではなく他のキャラを優先して考えた方がいいかなと思います。もともと持っている特性で波動無効、ゾンビキラー、次に本能解放によるレベル1烈波、烈波無効、バリアブレーカー、そして超本能による攻撃間隔短縮、シールドブレーカー、いろいろ開けることにより順次強くなるアヌビス。はっきり言って強いです。この1体でできる役割が多く、さらに純粋に火力があります。いろいろな特性を持ち合わせたアヌビスは全キャラの中でも希少価値が非常に高いものと言えます。
イコールそれがそのまま強さ、評価とも言えます。万能タイプとしてはかなり優秀です。超本能解放でアヌビスが一番良かった。マジで強い。ここら辺の賛辞は多く見受けられます。ではここからは実際に開けた私の感想を言います。攻撃当たったら強いのにその攻撃が当たらない。当たったと思ったら烈波が出てくれない。攻撃ずっと振ってるのに当たらないのもどかしいな。射程あるのにやられるときは一瞬なんだよな。なんか思ってた強さと違うな。これが私の感想です。超本能で攻撃間隔を短縮したのに肝心の攻撃が当たりません。やっぱり遅いんです。取り巻きが多いステージとかだと目の前の敵がいなくなり何度も攻撃を外します。本能解放がゼロの状態から NP をたくさん使ったのにそれに見合った満足度は正直得られていません。アヌビスは万能型で優秀だしどのステージでも同じように活躍ができる。皆さんが言うようにそれは私も実感していますよ。ただもっと攻撃当たってくれないかなっていうマイナスな気持ちも同じように感じています。 NP1600 に見合ったキャラなのかというのは拭いきれません。もちろんアヌビスを使っていくと攻撃を外すという光景もだんだんと慣れてきます。ただ開けた当初に抱いた感想は伝えるべきだなと思い今伝えています。烈波によるゾンビキラー発動や単純に悪魔多めのステージ、波動や烈波を打ってくるボスステージなど実際輝くステージはいろいろとあります。でも貴重な闇キャッツアイ、大量の NP、 それらの消費なくしてこの強さが得られません。でそれらを踏まえて未開放の方、このキャラ開ける価値があるのかという部分なんですが、汎用編成を作っていて誰か入れたいと考えている。どこのステージでも活躍できるキャラが好き。闇キャッツアイ NP が余っててなんとなく消費したい欲が今ある。とりあえず強キャラが欲しい。悪魔に苦戦している。こういった人は開ける価値があるかなと思います。逆にここまで上げてピンとこなかった人は仮に開けても満足度は高くないかもしれません。他のキャラを解放した方がいいと思いますね。それと最後語弊がないように伝えておきますが、私自身は満足こそしていませんがアヌビスは強いです。ここ大事なことなのでもう一回言いますが、私は満足していませんがちゃんと強いです。使える場面も数多くあります。ただそれには NP が多く必要です。エイリアンのみに攻撃できる特化型キャラでしたが属性を持たない敵プラス烈波無効の超本能解放により高難易度のステージで輝くようになりました。本能に関しては波動無効を最優先として、他は余裕があったり苦戦した敵に合わせて適時開ける感じでもいいかなと思います。さてクレイジーですが、この超本能により輝くステージはにゃんこ党の30、40、50回、川わっぱ親子、デッカーバちゃん、これらが特に活躍します。いわゆるボスステージで活躍する能力です。冗談抜きで白とエイリアに敵なしレベルで強くなりますが、新レジェやレジェンドゼロのような取り巻き多めの混合ステージとかでは活躍が乏しいです。ではこの尖った性能、未開放の方は開ける価値があるかですが、白エイリアのボスステージをもっと楽にクリアしたい、対白を充実させたい、特化したぶっ壊れ性能を体験してみたい、このどれかに該当する方は開ける価値があるかなと思いますが、特にピンとこなかった方は開けなくてもいいかなと思います。超も含めた本能は全開放がもちろん望ましいですが、私の経験則だと波動無効、属性を持たない敵、烈波無効、この3つだけでも十分な戦力になります。3つの NP 合計が400ですが、戦術のアキラやアヌビスに比べるとかなり NP が少なくて済むキャラというのは頭の片隅にでも置いといて損はないかなと思います。超本能によりレベル1小烈波が 50% で打てるようになります。生産コストは最大で750円カットできます。簡単に姫百合の特徴だけおさらいしておきますが、射程445の3連攻撃、浮き天使に 50% で遅くする、妨害時間は 7.2 秒とかなり長いです。姫百合自体は弱くないのですが、体浮きが充実しているのでこのキャラが際立つ場面がそもそも少ないです。一応代表的な部分としてにゃんこ党42回、異界にゃんこ党42回で活躍します。超本能解放、
特に小烈波を開けたことにより活躍の場が広がるのか、ここが大事な部分ですが、はっきり言ってそこまで変わりません。根本的に遠方範囲ではない姫入りは3連攻撃している間に敵が目の前におらず、外すことが多々あります。小烈波を開けたところで肝心の攻撃が当たりません。さらに小烈波も 50% と不確定です。で、未開放の方にお伝えしますが、好きなら開けてよし、それ以外はおすすめしません。これがレベル50の性能ならいいのですが、闇キャッツアイ、そして意外とかかる NP、 この2つを考えると開ける価値はあまりありません。それと開放をおすすめしないもう一つの理由があるのですが、3連攻撃、レベル1小烈波、遅くする、どこかで聞いたことある性能じゃないでしょうか。はい、黒炎です。遅くするの妨害時間こそ姫入りが上回っているものの、黒炎は感知射程の長さ、遠方範囲が奥まで届く、確定で小烈波、このキャラで全て解決というレベルなんです。黒炎を持ってないから姫入り開けてみようなんて逆張りは本当おすすめしませんので、改めて伝えておきますね。ちなみに私は好きで開けましたが、まず出番ありません。超本能3つはいずれも強力で、中でも大事なのは攻撃間隔短縮、古代種追加、この2つで戦闘の幅を大きく広げることができます。空はもともと高性能でしたが、攻撃頻度だけが昔からのネックでした。しかし解放することで重火力の一撃を何度も敵に当て、殲滅力が飛躍的に上がっています。このキャラの使用感ですが、とにかく火力がすごい、この一言につきます。素の攻撃力で15万、得意属性の赤黒古代種には滅法 S の本能玉を2つつければ40万前後の一撃を与えます。烈波や複数攻撃とかではなく、純粋に一発の火力なので、当たったら敵をノックバックさせる、おは倒すみたいなのが生きている限りずっと見れます。ただ攻撃間隔が短縮になっても攻撃を外すことが普通にあるので、そこは頭に入れておくといいでしょう。あと使っていると火力が高く無双しているかのように錯覚するのですが、過度な期待は禁物です。というのも射程が410とそこまで長くないので、敵構成次第では簡単にダメージをもらいます。ただ被弾したからといってすぐやられるわけではないのですが、ノックバックが良くも悪くも5あるので、敵の突破力が高いとなんか食うノックバック多いな、なんかうまく機能してないなと感じることは何回かありました。まあ空の総合的な強さを考えればそこまでマイナス要素ってわけではないのですが、使っていてそういう部分も感じましたよと一応伝えておきます。とここまでいろいろとお伝えしてきましたが、この超本能を開ける価値があるかどうかですが、瞬間火力の高いキャラやロマン砲が好きな人、新しい強キャラが今欲しいな、古代種にもっとダメージ与えたいな、そういう人には価値があるかなと思います。逆にそれ以外の人は無理に開ける必要はないかなと思いました。とはいえ空はかなり強いです。欠点という欠点がない優秀なキャラです。いつ開けても損することはないかなと最後に伝えておきます。第4形態になったことで、より後ろからより奥まで攻撃できるようになり、さらに吹っ飛ばしの能力も得ました。エイリアンしか出ないステージなら攻撃無効もあり、かなり力を発揮できます。エイリアンしか出ないステージで苦戦するほど難しいステージ、最近ありませんね。昨今は混合ステージが基本なので、このエアフアンティをわざわざ出す場面がありません。一応攻撃頻度速いしなんか活躍できそうと思っても、やはり最新環境のステージでは秒でやられます。それもそのはず、射程が400という中射程なのにノックバックが2しかないからです。ノックバックが3から4あったら変わっていたと思いますが、エイリアンオンリー以外の場持ちの低さはかなりやばいです。レベル50ならまだしも闇キャッツアイ必要なレベル60第4形態です。まあここまで聞いてわかると思いますが、まだ進化させてない方おすすめしません。エアフアンテが好き、エイリアン特化キャラを探しているという人なら別ですかね。第3形態から第4形態になってもさほど強さに変化は感じられない、これがおすすめできない一番の理由です。ちなみに私は好きで進化させましたが、活躍できそうな場所を見つけては1回出して違和感感じて引っ込めるを今の今まで何度もやっています。
第4形態になったことで攻撃の射程が大きく変化。今まで410の範囲攻撃だったのに対し、進化後は3連の遠方範囲攻撃を取得。これにより攻撃を外すことがまずなくなりました。さらに対象属性にエイリアンが追加。これによりデッカーバチャの処理がだいぶ楽になりました。体力56万、攻撃力21万、ノックバック2。歩く重戦車は単純に強化されましたね。使った感想としては、マジで強いなというだけです。はい、それだけです。このキャラを第4形態にしたからといって天使、エイリアン界に激震は走りません。どの属性でも同じスタイルで結局戦うので、ステージは選びません。それは強みでもありますが、逆を言えばどのステージでも目立つ活躍はしません。ただすぐやられることはないので、強いは強いです。なので先の感想でマジで強いなしか感想が出てこなかったんです。で、このキャラを進化させる価値があるかどうかですが、デッカーバちゃんとの戦いを楽にしたい、ディオラムス好き、これに該当する人は進化させる価値は非常に高いと言えます。それ以外の方にはおすすめしません。レベル60到来の初期時代とは違い、今はたくさんの強キャラがいます。ディオラムスに愛情を注げる人以外は他に目を向けるのがいいでしょう。もちろん私は我が子のように愛情を注いでいます。第4形態になったことで古代種に行けるようになりました。攻撃の範囲が150から100になり、より手前の敵から攻撃できるようになりました。毒撃無効もついたので、ゾンビツバメ、ビッグペンなども戦えるようになりました。さて、このキャラですが、今回紹介するキャラたちの中で一番のおすすめキャラになります。その理由は2点あります。まずは対古代種にかなり強いこと。もう一つは属性を問わない活躍ができること。この2点です。レベル60で体力は古代種120万超もあるのですが、これに攻撃力低下がつくと体力は実質240万もあります。しかもただ耐久力があるだけでなく、攻撃力が10万超えてくるので、ずっと後ろから効果力を放てます。そしてもう一つの理由、どの属性にも活躍ができる点です。攻撃力10万、攻撃の範囲が100から725と超範囲、属性問わず常にこの火力です。基本後ろにいるのでずっと火力ぶっ放してる感じです。しかも素の体力が25万超えているので全然やられないというお墨付きです。ここまでたくさん褒めてきました。逆にレベル60のデメリット、弱い部分があるのか考えたのですが、特にありませんでした。足が遅いのでドリューとかの吹き飛ばしは餌食になりやすいですが、それはこのキャラに限った話ではないかなと思います。さて、このキャラを進化させる価値があるかどうかですが、闇キャッツアイがあったらぜひ開けてほしいという感じです。古代種への補強的な役割はもちろん、メタル除く全属性にだいたい90点以上の活躍をしてくれます。しかも本能は極端な話、どれも開けなくてもいいです。体力、攻撃力はそのまま強化につながるので解放推奨ですが、開けなくても十分強いです。前に動画化していますが、古代種の多い新レジェに関しては SSS クラスなので、ぜひ闇キャッツアイあったら進化させてみてください。第4形態でメタルキラーを取得。メタルな敵に 12% の割合ダメージを与えることができるようになりました。さらに遅くするは本能込みで 4.1 秒と攻撃頻度の 1.5 秒を大きく上回ります。遅くするは 20% の発動で決して高くないですが、量産できるので基本的には気にならないレベルです。使った感想ですが、一言でチートです。まずはいい部分から伝えます。メタルな敵に対し今までクリティカルという運ゲー勝負でした。しかしかぐや姫がいれば運ゲー勝負しなくても安定して勝てます。今までめんどくさかったメタルが楽になります。下手したらメタルに対し一度もストレスを感じてないかもしれません。そのくらい快適になりました。ここからは悪い部分をお伝えします。快適になったことでメタルに対し考えることをしなくなりました。苦労が減ったことで楽しさを一つ失ったような気がしています。にゃんこ大戦争に限らずゲームというのは苦労して勝つという達成感は大事な要素だと思っています。今までメタルに対し苦労、めんどくさかったわけですが、
それをクリアするためにいろいろ試行錯誤してきました。それは私だけではないと思っています。パラディンとハヤブサどっちにしようかな。やはり後ろから麦わらがいいかな。いや、ジュラと嵐で一気にクリティカルで。このような悩みは誰しもあるはずです。しかし今ではメタルな敵ね。はい、かぐや姫。と明確な答えを持ってしまいました。考える必要がありません。試行錯誤確実に減りました。クリティカルキャラの出番は減りました。かぐや姫で十分なので。全然出ないクリティカル。出た時の爽快感。それで倒せた時の達成感。前ほどありません。無音のメタルキラーでじりじり倒すので。ここまでいい部分、悪い部分お伝えしてきました。進化させる価値があるかどうかですが、メタルがとにかく嫌い、楽になりたい。そういった方は進化する価値は非常に高いと思います。進化させることで圧倒的楽になりますからね。しかしそれ以外の人にはおすすめしません。開けたら最後、メタルに対しいろいろ世界が変わります。とはいえ、このキャラが気になる方はいると思いますので、私の考えを伝えておくと、強いて開けるべきタイミングがあるとするなら、メタルの超生命体が実装された時、かぐや姫で対応できないキャラが実装された時、その時なのかなと私は思います。一応、進化させても使わなければいいじゃん的な考えもあるのですが、使わないならなんで進化させたと思うのと、一度快適にメタルを倒せることを知って全員が全員そううまく使い分けできるのかなというのはありますね。このキャラは私の中でチートレベルです。ニャンマとも似てますが少し違います。ニャンマは活躍ができるところ、できないところ、明確に差があります。ボスには強いけど取り巻き軍には適していません。しかし現環境のかぐや姫はそういう落差がありそうな部分、今のところ感じません。かぐや姫プラスジュラの敵投出しでいつの間にか敵消えてますね。最後改めて伝えておきます。進化させることでメタルに対しかなり楽になります。イコールそれでにゃんこ大戦争が楽しくなるかはまた別問題です。いろいろな人の意見や動画を見るなり慎重に決めることを推奨します。以上でキャラ紹介は終わります。未開放の方にちゃんと伝えたいので、いい部分、悪い部分、公平にお伝えさせていただきました。冒頭に言いましたが、いい部分はいいとしても、悪い部分は人によっては気分良くないと思います。嫌な気持ちにさせてしまってたら申し訳ない。しかし、私も本気でやってる以上、ちゃんと伝えたいと思ってる以上、そこを避けては通れません。オブラートに包んだ結果、貴重な闇キャッツアイ使ったのに後悔したわ。なんて思いしてほしくありません。なので、いろいろと包み隠さずお伝えさせていただきました。最後に紹介したキャラをまとめましたので、それを見て終わりましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。